ルさん、サニー乗るために運転免許証を取ってもらわないともうやばいです。はい、皆さんテスト終わりました。おはようございます。皆さん、バッパー翔太でございます。今日なんですけど、また低いボイスでございます。車検ね、前にね、重量測定して、これからね、車検、持ち込んで口座変更しようかっていう時なんですけど、またもや問題です。ルーさん、問題聞きたくないです。はい。車検ペーパー欲しい。車検ペーパー欲しいです。はい。ということで、まあ普通ならね、このままね、キャンピングカー、できましたということで、陸運局に持ち込んでいって構造変更とかしてもらうんですけど、まあ今回ね、前回重量測ったんですけど、サニーさん、4700キロぐらいになっております。これがまた問題でございます。これ登録されてるのは、5200キロで登録されてるんですけど、今回4000キロ台に下がるっていうことでカテゴリーが変更するって感じです。はい、前はこれカテゴリー M3 だったんですけど、今回カテゴリー M2 になるっていうことで、事前に書類審査をしてから持ち込みっていう形になるらしいんで、今からまず書類審査するための準備をしないといけないです。あるさ、まだまだ公道まで乗れる長いですよ、道のりがね。はい、何週間かかりますか？なんか聞いた話によると、この書類審査に2週間かかったりするらしい。そうですか。やばいって。私もプラン多分来週から来週旅したいね。まあということで、とりあえずまあ陸運局に行って早くしてくださいと言ったら1週間でしてくれたりすることもあるらしいんですけど、ちょっと、書類審査の準備をして、書類審査に通ってから持ち込みみたいな感じでやっていきたいなと思います。OK、大丈夫ですか？ということで準備しましょう。そう、まずなんですけど、このね、サニーさんの写真を撮らないといけないです。写真、前と横と後ろの写真を撮って書類審査とともに、送付したいなと思います。ということで、これサニーとりあえず出しますね、ルースさん。 OK、はい、まずはサイドの写真です。 This way。 はい、OK です。それで、後ろも、はい、後ろプラス前 OK ということで、今外の、写真を撮り終わったんで、次中の写真を撮っていきたいなと思います。まあキャンピングカー登録で必要なのが、水道のあるところと、あと、コンロ、あと調理台、あと寝る場所。あとは長さを測らないといけないです。これレイアウトね。このバスを上から見た図をちょっと書かないといけないんで、例えばトイレがここにあって、縦長さなんぼ、横長さなんぼ、高さはいらないですけど、長さと、横幅を書かないといけないです。はい。ということで、今からメジャーで全部測っていきたいなと思います。そう、後ろ、運転席の後ろから、ここまで。OK、ストレート。5360。5360。幅が1885。Okay, next, we need to measure sink and then side 480。もう420。480対420。今度が320の320。うん。353。Okay. Place to cut. We have 900、915プラス560。キッチンの長さが2233。2233。2233に一番大きいところ行くか。一番大きいところでWhat should I do this time? 一枚板の耳難しくない？一枚板の耳、下を測った方がいいのか、上測ったの方がいいのか。多分下やろ。I hope it's not going to be a problem this one. It has to be straight for the お前ストレ second. ートじゃねえあかんとか。一番大きいとこでええと思うんやけどな。いや、多分一番ビガストは大きい。そう、600。ここやな。Here, Medino. ここいっちゃんでかい。そう、690。690、OK? I think just 690 or maybe we go for 640 on the top. So write it down, that mini.
640 40? 40 40? okay? Or It's a price. 690 Yeah, 690 is bottoms. Okay. Okay? Okay, トイレの長さが1555です。Okay. Okay? 1555. で、幅が一番大きいところで695。で、今回ソーラーパネルも置いてるんで、ソーラーパネルでちょっと高さも変わってますということで、車の上からソーラーパネルどれぐらいあるのかっていうのを測りたいなと思います。15センチ。1500。Fuck that. Solar panel is broken, 物産。What do you mean? Something crack. あれは一体何ですの？なんか変なもんがある。ソーラーパネルめっちゃ汚い。すぐ汚れるな。What's this? What? What? It's bird shit. Oh yeah? これカナブン。なんやこれ？カナブンやん。多分 bird shit. No, shut it. The toilet's back there. Why are you going up there to go to the toilet? I couldn't hold it. さて皆さん、長い書類制作ついに終わりましたということで、約50枚近くの書類です。めちゃめちゃ分厚いですよ。はい。ということで、これから、車検、陸運局に行って、まず書類審査して、で、まあ、書類審査にだいたい1週間から2週間ぐらいかかるらしいんで、まあ、なんとかお願いして、ちょっと早めにお願いしますと言って、なんとか1週間でいけるかわからないんですけど、その辺は期間は。まあ、1週間から2週間ということで。で、それで、書類審査して、書類審査受かったら原車持ち込みっていうことで、まずは書類です。はい。どんな書類を集めたのかっていうのをちょっと皆さんにシェアできたらなと思います。まあ、全部ちょっと個人情報とかもあるんで見せれないんですけど、まあ、まずね、これ車検証のコピーです。はい。車検証のコピーと、新規検査届、新規検査、届け出書っていうのを1枚ね、サニーさんの、車両の寸法とか、前軸に何キロあって、後輪に何キロあってとかいうのとか、車両重量とか、車両総重量、はい。プラスまあ今回は3人乗りにするんで、3人乗りの車両総重量とか。で、今回車両カテゴリーの変更ということで、まあもともとサニーさんは車両総重量が5275キロの登録だったんですけど、その場合は車両カテゴリーが M3 なんですけど、今回、車両総重量4765キロ、3人乗りで、乗車定員3人乗りでということで、5トン以上から5トン未満に変わるんで、車両カテゴリーが M2 っていう感じになります。で、この車両カテゴリーが変わるから、なんていうんですかね、はじめ書類選考だけして、それから、原車持ち込みみたいな。で、この車両総重量が変わらんかったら、もうそのまま、書類と原車持ち込みでいけるらしいんですけど、で、まあこんな感じで車両カテゴリーの変更についてっていう書類1枚。でからこれ重量、分費及び重心高ということで、中央、左側、右側とかに冷蔵庫、エアコン、排水タンク、サブバッテリー、ソファー、家具類、テーブル、ベッド類とか、まあいろいろ、なんていうんですかね、サニーさんの中の置かれているもの、前輪からどれぐらいの位置にあるのかとか、まあ、前輪負担が何キログラムとかいろいろ詳しくモーメントとか書いてあります。はい。次、最大安定傾斜角度ですね。これが僕らもずっと言ってためっちゃ難しい、わからないって言ってたんですけど、これ吉原さん、に助けてもらって、最大安定傾斜角度をこんな感じで書類しました。はい。重量分布、計算書ということで、前軸に何本あって、後ろの軸に何本あってとか、運転席、中央席、助手席ってこんな感じで詳しく書いてあります。で、それから次なんですけど、自動車の諸言書ですね。諸言書がすごい1、2、3枚、10枚こんな感じで諸言書、はい。が、こんな感じでいっぱいあります。サニーさんの、なんていうんですかね。サニーさんのインフォメーションがいっぱい詰まっております。こんな感じで。で、これも OK です。で、続きまして、このね、サニーさんの外観の、なんていうんですか、寸法ですかね。こんな感じで、全長、それから高さ、で、
オーバーハングっていうのは後輪の中心から後ろまでの長さとか書いた寸法の、図が一つと、あともう一つ、これが後ろからと前から見たやつ、幅とかトレッド、前輪のトレッド、後輪のトレッドとか書いたやつ、これが1枚あります。でからこれがレイアウト表ですね。レイアウト表、キッチンの長さ、キッチンの幅、それからシンクの幅、シンクの長さ、それから、調理台の幅、調理台の長さ、あとキッチン IH の幅と長さ、あとベッド就寝スペースは1885の1400ということで、今回、3人乗りにするんで 1800×1000 の就寝スペースがキャンピングカー登録で必要ということで、こんな感じで寸法も書いてあります。はい。で、調理台とか IH とか流し台も、キャンピングカー登録するにあたって必要な寸法以上上回ってるかどうかっていうのも書いてます。で、これがキッチンとかベッド就寝スペースが車両の2分の1以上ないとキャンピングカー登録できないということで、サニーさんはこの真ん中の道路ぐらいしか普通の何もないところはないんで、2分の1余裕でクリアしてるって感じです。暑いね、しかし。はい。で、あとはこんな感じでね、一個一個、さっきのレイアウトの、なんていうんですかね、図を細かくした写真を撮ってます。前、ルーさんと一緒に撮ったやつ、浴室の幅とかね、あと IH、寸法これぐらいですとか、あと調理台は IH と流し台の間になるんで、調理台の寸法とかね、モザイクいっぱいになるかもしれない。サニーさんの前から撮った写真、で、後ろから撮った写真、はい。でから、横から撮った写真で、こっち側の窓についてる、窓に何ていうんですかね、 E マークっていうのがついてるんで、この窓も、キャンピングカーの保安基準に、満たしてる窓じゃないといけないんで、そのナンバーとかの写真も撮ってます。こんな感じで窓1枚ずつ、E マークがついてるんで、はい。で、こっち側の、次が内装の何年基準の適合検討書ってことで、いろいろサニーさんの上の、なんていうんですかね、運転席の上の革張りにしたところとか、スライドドアの革張りにしたところとか、カーペット引いたところとか、あと何でしたっけ、こんな感じでいっぱいまとめてあります。どこどこに使ったかっていう感じでね。全部こんな、何年素材を使ってますっていう表と、あと、その一つ一つのテストの、何年証明書ですね。これは床の何年証明書。はい。と、あとこれはベッドに使った何年証明書。ベッドマットです。はい。それから、これはカーペットに使った何年証明書。で、これは革張りの部分ですね。革張りの部分の、何年証明書です。ということで、何年証明書も全部揃ってます。ということで、以上でサニーさんの書類全部揃いました。いよいよ準備ができたということで、この書類を今から陸運国に持っていきたいなと思います。今回、日本特殊車両協会の吉原さんにはめちゃめちゃお世話になったんで、ほんまありがたいです。これ多分一人ではなかなか吉原さんの力なしではなかなかこんな書類とかも出せなかったんで、皆さんもし何かあれば日本特殊車両協会吉原さんの力借りてみるのをお勧めします。すっごいためになると思うし、僕分からなかったことをめちゃめちゃ教えてもらったんで、吉原さんの助けなしではほんまキャンピングカー実現できてなかったんで、ほんま感謝しかないです。改めて吉原さんありがとうございます。はい、いつもほんま親切に対応ありがとうございます。フィンガークロス、車検受かりますように。さて皆さん、ついにやってまいりました。ここが姫路の陸運局でございます。こっちが事務所になっております。はい。ここで書類審査します。はい。で、ナンバーがない車もあります。はい。こっち側が試験場になっております。ちょっと見えるかな、見にくいと思うんですけど、書類審査が終わったら次、原車持ち込みでサニーさんあそこ持って行って検査するって感じです。さて皆さん、もうほんまもう真面目そうな感じで、上のネクタイまでボタンも上まで締めていったんで、多分受かってると思うんですけど、どうでしょうかな。すごい真面目な感じで全部書類揃ってますよ。はい、こんな感じでみたいな、いかにも知ってますみたいな、感じで書類を渡しました。あとは書類選考を祈るのみです。受かりますようにお願いします。